前回の壊れるまで使うの動画で、皆さんがね、長く使っているものとか、大事にしているものを教えていただきありがとうございました。コメント読ませてもらったんですけど、それぞれがやっぱりね、こだわりがあるものを大事に使っていて、すごくね、面白かったです。やっぱり人の数だけそのミニマリズムがあるなって思ったし、スタイルがあるなって思ったし、非常に勉強になりましたね。で、今回は私が長く使っているものベスト10紹介していきたいと思います。で、前回の動画の流れでもあるんですけど、これは以前にもちょっとコメントでね、長く使っているものを教えてくださいっていうお話もあったので、そちらの回答という形で紹介していきたいと思います。で、方法としては私が作っている持ち物リストですね。今65個の持ち物リストを作ってるんですけど、で、自分が持っているオリジナル版のシートには、いつ購入したかっていうのが全て記入されてて、気持ち悪いでしょ、これも。で、それ通りにね、並べると、古いものから並ぶっていうことになるので、もうどのものが何年使っているってことがもう一発で可視化できるようになってます。で、その道具を古い順から並べたものを今回紹介していきます。で、あくまでもこの動画は、分かっていると思いますけど、私の持ち物を皆さんに買ってくださいっていう風なものではありません。あくまでも自分が使っているものの一つのサンプルとして提示して、で、それぞれの長く使っているものとかをもう一度見直してみてください。そのものたちにはどのような特徴がありますか？で、どういう風な方向性がありますか？そういうところを見ていくと、どのようなものが長く使えて、で、自分はどういう風なライフスタイルを好んでいるのかとか、どういうものだったら長く使えるのかっていうことが見えてきますので、自分が大切にしているものが何なのかとかね、あるいはもっと大きく言えばその生き方の癖みたいなもの、そういうものが自分が長く使っている道具によって見えてくると思いますので、そのような新たな気づきを得るための参考にしていただければ幸いです。では早速、使用年数が浅い順から紹介していきますね。で、何を一番古く使ってるかっていうのを一番最後に紹介したいと思います。今ね、ここに持ってきました。で、第10位です。こちらです。シックスムーンデザインのシルバーシャドウウルトラライトアンブレラです。重さが 125g ぐらいの、これ日傘兼雨傘みたいな感じなんですけど、これですね。これがね、2年です。2年使ってます。まだ2年かっていう風な感覚なんですけど、自分の中では。で、もともとハイキング用のギアなんですけど、で、ちっちゃくてね、結構、傘の割には、その小さいんですよね、サイズが。何センチだろうな、60もないと思うんですよね。で、結構軽いので、街中でもすごい重宝しています。で、最近ものすごく日差しとか強いじゃないですか。だからもうこれでね、散歩したりとかすることもあるし、で、雨の日なんかはもう傘これしか持ってないので、これをずっと使い続けてるって感じですね。結構使用頻度高いんで、ちょっとね、もう水漏れするようになってるんですよ、若干。だから雨の日はね、ちょっとね、水が漏れてきたりするんですけど、ただないよりはマシなんで、これ使ってます。でも壊れることはなくね、結構長持ちするような感じですね。2年でも全然平気なんで、今後も使っていきたいと思います。ちょっと弱点を言うところね、マジックテープ。ここがね、マジックテープになってるんですけど、ここが若干弱いかなって。で、結構ボロボロにここがね、剥がれてきてるんですよ。なんで、これをね、自分でちょっと修理してみようかなって、思ってるんですけど、この辺の縫い目くらいだったら、自分でマジックテープを新しくつけたりとかね、できそうだなと思ってるんで、これも使えるだけ使っていきたいと思ってます。10位。はい、続いて第9位です。第9位は4つあって、もうね、4年間使っているものたちが4つあるので、もう9、8、7、6、6位までもう一気に紹介していく感じになりますね。4年間。だからさっきはこれ2年間だったけど、4年っていうね、ちょっとね、時間が空いてるんですよね。1つ目これ。はい、貝印のフィンガーネイルクリッパーです。爪切りですね。はい。で、ケースがついてるタイプの爪切りで、これ普通にね、セブンイレブンで売ってるやつなんですよ。で、500円くらいかな。で、コンビニで買える爪切りっていうのを僕は愛用していて、で、爪切りをそのコンビニで買うのが好きなんですよね。わかんないけど、それがね、どういうことなのか。で、この刃の部分がチタン製で、貝印製なので、切れ味がね、全然落ちないんですよね。で、ものすごくね、パリッと切れるし、で、割とこのデザインもミニマルで、で、確か M サイズと S サイズがあるんですけど、僕は M サイズを使っていて、で、これで十分ですね。ちょっと大きな感じはするんですけど、安定感があってね、非常に使いやすくて、これもずっと使っています。で、爪切りなんかはもう長く使えるものの代表だと思っていて、特にこの刃物とかはね。で、やっぱり刃が傷んできて切れなくなってきたら、替え時だと思うんですけど、それ以前に刃が傷むよりも先に結構なくしたりとかすることが僕は多いですね。
ドジやっちゃうんで。なんで、過去の爪切りも、同じようなものを使ってたんですけど、何年か使ってなくして、で、もう一回買うってことをやったりしてます。で、これがいいところは、先ほども言ったようにコンビニで手軽に買えるっていうことで、旅行先とか、旅先とかね、移動先とかで買えるので、買って、すぐ使うことができます。第8位ね。で、第8位、同じく4年使ってるのがこれです。MacBook M1 タイプ、13インチのプロですね。はい。これもね、なんか4年間、経ちますね。で、タイミング的にはそろそろ替え時ではあるんですけど、全然 M1 モデルで問題がなくて、で、ファイナルカットとか使って、4K の、動画僕編集したりするんですけど、山の動画とか、そういうのもだいたい 4K で撮っていて、でもゴリゴリ、30分とか1時間ぐらいの動画を編集するときでも、割とサクサクと動くし、で、やっぱ動画編集っていうのが一番PC の中で、その容量というかな、メモリとか使うようなマシンのスペックが必要になるようなものなので、僕の基準としては、それに耐えることができれば、他のライトタスクみたいな、ライトワークみたいなものは全然楽にできるっていうので、それさえクリアしてればもう何でもいいんですよね、正直。だから今は多分 MacBook の Air のをなんかフルチューンというか、スペック上げて買ったりするのもいいかなと思ってるんですけど、ただね、これもね、変わんないですからね。その重さとかってさほど。なんかこれがむちゃくちゃ 100g とかになりますとか、だったら、MacBook 買い替えるっていうのもありだと思うんですけど、この形とサイズっていうのかなはなかなかもう変わんないし、で、性能はもちろん上がるんだろうけど、今自分ができている作業っていうのが、作業というものにも必要十分で使えるっていうことで、もうこれをね、ひたすら使っていこうと思ってます。で、4年間、これも使ってます。第7位で同じくね、4年間使ってるのはこれですね。はい。大和道のメリノフーディーです。はい。もう大好きなアイテムですね。大和道さんのメリノフーディー。で、メリノール 100% で、基本的に山ギアというか、ベースレイヤーとして山で使うようなものなんですけど、フードがついてるのは僕は好きで、で、ちょっとなんか子供っぽいところあると思うんですけど、これね、ハイキングの時に首が隠れるので、この首が日焼けしなくなるんですよ。むちゃくちゃそれが良くて、だからもうこれ1枚で大体、夏はちょっとね、長袖暑いんですけど、それ以外の季節はこれ1枚で、フード被って、で、サングラスかけておけば、もう日焼けもなしで、もうひたすら歩けると。で、手もね、長袖なんでね。で、しかもそのウール素材なので、消臭効果みたいなものはありながら、着続けても臭くならないし、で、汗を保持してある程度出してくれる。で、ちょっと乾きが遅いっていうのが、ウールの特性ではあるんですけど、その分やっぱり吸湿性があったりとかして、なんか長く着てても不快じゃないっていうのかな。抜けは悪いけど、汗は割とよく吸うみたいな。で、涼しい。夏は結構涼しくて、その冬とかは暖かく守ってくれるみたいな、その羊のね、なんか天然素材特有の素材感があるので、これはもうなんか手放せなくなってますね。で、山だけじゃなくて、私は結構街中とかでもよく着ていて、で、最近ではパジャマとかね、その夜寝る時も結構これ使ったりしてますね。で、エアコンつけたまま寝る時なんか暑いけどちょっと寒いみたいな状況があると思うんですけど、そういう時に長袖のフーディーにを着て、で、夜中はこれで上は寝るみたいな感じで使ったりしてます。で、そのウール素材、天然素材っていうと、やっぱり気になるのはそのダメージとか寿命ですよね。だから自分はそのハイキングギアを長く使って、それがどれくらい耐久性があるかみたいなものを自分の中でずっとテストしているような状況なんですよね。で、これは4年目にしてね、ようやくね、実はもう穴開いてるんですよね、ここにね。見えるかわかんないけど、穴が開いてます。ちょっと開いてます。ただね、そんな大きな破れじゃないので、もうそのまま使ってるんですけど、なんかね、ウールの、補修の仕方もね、結構オフィシャルで出てたりしてて、割と裏側からパッチ当てて縫ったりすればすぐできるんで、これもね、割とね、長く、でも4年って結構、自分の中では持ってる方だと思うけどね。やっぱりその衣類っていうのは一つの消耗品的なところがあると思うので、どうしても使っていくとさ、すぐ壊れてね、買い替えていくっていうのが前提ですけど、これはそのウールにしてはすごく自分の中で持ってるなと思います。やっぱりその洗濯の頻度をなるべく下げられるっていうか、下げるっていうか、その素材特性的に下げられるっていうところもあったりとか、ちゃんと丁寧に扱えばね、割と長持ちするなっていうのがわかりますね。で、やっぱりその厚み、適当な厚みがあるので、そんなに薄い素材じゃないので、なんかそこもその耐久性の良さ、その長持ちする良さにつながっているなと思っていて、大和道のメリノフーディーだいぶ重宝しています、これは。これ一つあればなんかすごい安心感がありますね。
第6位、同じく4年目のアイテムは、Apple の AirPods です。はい。これもね、お馴染みですよね。で、賛否両論あると思います、これは。なんかやっぱちょっと重かったりとか、その充電が必要だったりとか、だから、有線の方が良かったりっていう時もあったりするんですけど、なんだかんだ、なんだかんだ叫んだって藤井隆の歌にはそういう歌がありますけども、それは全く関係ないですけども、なんだかんだ、やっぱりそのワイヤレスっていうのは、すごく便利ですね。で、ランニングする時とか、やっぱ移動中とか、そういう時に聞けるっていうのはあるし、ランニング中も有線でもいいんですけど、どうしてもこの辺にごちゃっとなるじゃないですか。だからやっぱこの有線の Bluetooth の開放感っていうのは、やっぱり自分の中では新しいものでしたね。なかなかその傘とかっていうのは進化しないと思うし、イヤホンとかっていうのもね、なかなか進化しないものだったと思うんですけど、ケーブルがあって、お決まりの形っていうのは。でもそれがワイヤレスになったっていうのは、そのケーブルがなくなるっていうことは、結構その道具としてのやっぱり進化を感じる。スマホと同じようなもんで、だからこれはその90年代にはなかなか90年代の映画とか、そういうね、作品の中には現れないアイテムでしたよね。でもなんかこの2000年代入ってから、なんか象徴するような、アイテムが、このなんか、Bluetooth の、耳からみんなうどんを出してるようなね、うどんが出てるような、アイテムだと思うんですよね。やっぱりノイズキャンセリングっていうのもなかなか便利で、騒音をかき消すことができるし、移動中の電車の中とかさ、結構うるさかったりとか、街中うるさかったりしますけども、なんでこれだけつけて、その音楽はかけないとかね、何も聞いてない時とかもあります。自分も家で仕事する時なんかは、これつけて、最初は1、2曲音楽聴くんですけど、そこからもう止めて、で、あとは自分の作業を集中してやっていくみたいな。これだけつけてるみたいな、時とかありますね。なんかそういう耳栓的なね、感じとしても使えるし、だから結構これは好きですね。新型もこれね、もうどんどん出てますけど、で、どんどん高くなってますよね。今ね、4万円ぐらいしますよね。AirPods Pro。確か最新バージョンが3万9000円とかしてたと思うんですけど、でもね、さほど変わってないでしょ。もちろんその充電の持ちとか、キャンセリングの強さとか、音質のちょっとした改善みたいなものはあるかもしれないですけど、形的にはほぼほぼ変わってないので、そんなに変えるメリットがない。4万円ほど出して、これを新しくするメリットがないんですよね、自分の中で。ただ、やっぱ充電の持ちっていうのが多分一番そのね、家電というか電化製品で気になるところだとは思うんですけど、僕はこの4年使っていて、そんなにね、へたりがないんですよね。なんかよくね、バッテリーが絶対減るので、それで買い替えるっていう人、そういう声をよく聞くんですけど、自分のね、これに関してはそんなになぜか下手っていない。使用頻度が少ないのかなってのはあると思うんですけど、でもね、大体、散歩の時とかもたまに聞くし、なんか何かしら毎日、ちょっとずつ使ってはいるんですけど、それでもね、長く持ってますね、これはね。そういうわけで、4年使っている AirPods。これも壊れるまで使います。はい、続いて第5位。第5位は、5年間使っているものです。5年間使っているこちらです。はい。ハサミですね。はい。スボルナのヘアパル15かな。正式な名前はわかんないですけど、ヘアパル H15 ってやつですね、スボルナの。で、構造はシンプルで、この真ん中になんかネジの止めるネジの、これがあって、で、緩んできたらただこれを締めるだけです。でね、裏側も何も止まってなくて、これを締めるだけで、その刃の開きを調節できるっていう、ものすごくシンプルなハサミですね。ちっちゃなハサミ。で、ドイツ製です。ドイツ製で、結構細かい、なんかデザインも美しくて、で、すごく好きなハサミなんですよね。で、これなんかトリミング用というか、いわゆるその髭とか、眉毛とか、鼻毛とか、なんかそういうふうな、なんか衛生系のハサミだとは思うんですけど、自分は割とね、なんか、糸を切ったりとか、なんかちょっと髪の毛、長くなって出てるとここれで切ったりとか、もちろんその髭とかも切ったりするんですけど、なんかあらゆることを切ることに使ってますね。で、自分が持っている唯一のハサミです。はい。これだけでやってます。なんか昔はそのちょっと事務用品というか、ステーショナリー系のっていうのかな。なんか文房具系っていうのか、ちょっと言い方わかんないけど、文房具系のちょっと普通のさ、レギュラーの長いハサミ持ってたりとか、あとはキッチンバサミね、結構ごついやつを持ってたりしたんですけど、でもキッチンバサミはね、自分の家でもうカニパーティーをやることがなくなったので、もちろん、これからカニパーティーやりたいなって気持ちはあるんですよ。キッチンバサミでなんかあれを持ち出して切りながらカニパーティーをやる。
なんか、カニパーティーぐらいしかないでしょ。キッチンバサミを使うシーンっていうのは。まあ、それはまあ僕の偏見だと思うんですけど、まあ、キッチンバサミだけで料理する人とかいるのはもちろん知ってます。で、あれがものすごい便利なものだとは知ってますけども、まあ、そもそもね、そんなに自炊をしない自分にとっては、カニパーティーをするときぐらいしか、キッチンバサミはいらないかなっていうので、いつの間にかね、こういうちっちゃなものに変えて、これだけをね、その衛生系の袋に入れて持ち運んでいます。はい。で、なんかね、切れ味もね、ちょっとは落ちてきてはいるんですよ。正直。なんか買った頃よりかは若干切れ味は鈍ってるなーっていう感じはするんですけど、ハサミってでもどうやって研げばいいのかなっていうのがあって、まあちょっとその辺も調べてみたいなと思ってるんですけどね。でもね、まあそこまで問題が出てるほどではないので、まあ今後もね、これも使っていきたいと思います。まあ5年間使ってますから、まあいくらだったか忘れましたけど、2000円とか2000円とか3000円とかだったのかな。うん。はい。まあそういう感じでこれが5位です。はい。第4位。第4位は6年間使ってます。エヴァニューのウォーターキャリー1.5リットルです。はい。これね、まあいわゆるその、ウォーターバッグ、この水筒みたいなもんなんですけど、こうやって、このペラペラのね、で、エヴァニューでこれ1.5リットル入ります。で、このウォーターボトルの利点っていうのは、使わない時に結構こう、コンパクトになると。なかなか1.5リットルのペットボトルの箱を持ち運ぶとかってかさばると思うんですけど、これはね、本当にコンパクトになるんですよ。だから、まあこういう風にして、持ち歩いたりとかして、で、給水ポイントでこれをね、使って水を汲むみたいなことをやったりとかします。で、これね、でも6年って自分の中ではすごいなと思ってて、なぜならこのウォーターバッグっていうのは基本的にそのバックパックの中に入れて移動させるので、破裂というか、破損のね、恐れが結構高いんですよ。で、この辺から壊れてきたりするんですけど、で、僕一回壊れるまでこれ使ったことがあって、これまあ2代目ぐらいなんですけど、だいたいここで破れてくると。で、破れてきて、バッグの中で破れた時がすごい悲惨です。はい。バックパックのね、中に入れて持ち運んでて、中で破れた時が、もう中の、その衣類とか、濡れちゃいけない電子系のものとかを全部やられちゃうんで、だから結構、これはね、壊れるまで使うのは危険なアイテムの一つだと思うんですけど、でもなんか、このエヴァニューの、このメイドインジャパンっていうのかな、このなんか日本製の安心感っていうのと、結構ね、丈夫なんですよね。なんかね。なんかでもそろそろこう行きそうな感じもあるから、まあ6年って結構長いと思うんですけど、でもね、未だに持ってるので、なんとかギリギリまで行こうっていうふうに、思っている。自分の中で結構デンジャラスなアイテムですね。まあでもそんなに高いものじゃないので、本当にその自分のその破裂のリスクを減らすのであれば、2、3年に1回ぐらいは買い替えてもいいかなとは思うんですけどね。それでもね、なんか使えちゃうんでずっと使ってるって感じですね。もう味がだいぶ出てますけど。はい。ということで4位はエヴァニューのウォーターキャリー1.5リットルです。ようやく第3位まで来ました。第3位はこちらです。ファイヤーキングのジェダイ D ハンドルマグ1960年ヴィンテージです。はい。私がね、よく動画の中で、ネスカフェゴールドブレンドとか最近だと UCC を飲んでいるこちらの翡翠色のマグカップ。こちらがですね、7年使ってます。はい、7年。だから2018年でしたね。調べたら。私がこれを手に入れたのは。2018年に手に入れてから、ずっと使ってます。で、まあ、これについて語ると長くなるんですけど、これ60年代のヴィンテージなんで、60年前のマグカップなんですよ。アメリカのダイナーで使われていたもののデッドストックを私が仕入れてきて、使ってるんですけど、これもね、美しいね。で、もう中はね、よく使ってると、もうコーヒーのこうシミがつくんですけど、たまに漂白して、なんかもう漂白したらもうすごいもう新品みたいになります。それがやっぱそのガラス製のマグのいいところっていうのかな。やっぱその金属製とかっていうのは、やっぱだんだんこう痛みとか錆とかが出てくると思うんですけど、これね、まあミルクガラスっていう、まあ特殊なガラス使われてるんですけど、で、耐熱性があって、オーブンも OK みたいな感じです。オーブンにもそのまま入れて、だから電子レンジとかで温められるようなものなんですけどね。だからまあすごく耐久性がそもそもいい作りなんですよ。で、僕結構ね、これ落としてるんですよね、実際。コンクリートとかじゃないですけど、こういう床とかで結構高いとこから何度も落としたりしてるんですけど、一向に割れないんですよ。すごくないこれ。まあ60年前のマグカップがこんなにまだ使えるんだってのもすごいし、
そのアメリカの大量生産の時代っていうか、そういうこう、大量生産のプロダクトみたいなものを、それなんかプロダクトデザイン的な美しさっていうのかな、60年代の感じの、なんかそういうのも感じられるし、で、まあ、よくね、映画の中とかでよく使われてるんですよね。だからこのマグカップが出てくる映画ってものすごく多いです。なんか、スタイリストさん御用達というのかな。うん、映画の、まあ、小道具さんとかが御用達の、まあ、とりあえずその60年代とか50年代のアメリカのダイナーの雰囲気を演出するときは用いられるようなアイテムですね。なんかね、アイコニックな。で、なんか自分の持ち物っていうのは結構その、やっぱ色がないのが多いんで、まあずっと黒とかばっかね、着てるから、なんかその中でこの翡翠色っていうか、なんか緑の色を、なんか自分が持ってるっていうのが、なんかその、なんかそういうこういう心地よさもありますね、これはね。ガラス製だから、まあそういう風に磨けばね、もう新品みたいになるし、まあこれももう使えるまで使おうかなってね、思ってますけどね。壊れる気配全くないしね。うん。で、まあもちろんガラス製でちょっと重いんですけど、それでもまあこれだけはなんかその自分の中の身の回りのアイテムとして、まあワンバッグスタイルでこの中に入れて持ち運んでいるようなものです。はい。で、同じく7年間使っているものが第2にありまして、それがこちらです。はい。チョップスティックス。お箸ですね。はい。で、これね、多分ね、おそらく無印良品のお箸なんですよ。で、これね、ちょっとわかんない。どこのメーカーなのか。ただ、なんかぼんやりと無印で買ったなっていう記憶があって、まあ、それが7年ぐらい前に買ってますね。で、それまでは多分いくつか多くの橋を、使ってたんですけど、何組か、来客用とかね、家の中で持ってたんですけど、そういうものをすべて手放して、ミニマルスタイル、もう家で使うお箸は一膳と決めて、使い始めたものです。で、普通にもう何の変哲もないその無印とかで売ってる400円とか300円とかのお箸なんですよ。なんかそのめちゃめちゃいい木を使ってるとかそういうものでもなくてね。素材は、木ですね、これね。木製です。で、結構このエイジングが進んでいて、その多分買った時は真っ黒だったんですけど、なんかこう剥がれてきて、木のね、こう地の色が、ちょっとこう透けて出始めてきている感じで、これもね、なくならない。全くなくならないし、壊れないし、使ってますね。7年間。私が持ってるカトラリーは、まあ皆さんによく伝えているように、まあスポークっていう、フォークとスプーンが合体しているものと、もうこれだけなんですけど、だからその中の一つって感じですね。なんかそのスポークの方に集約することもできるとは思うんですけど、やっぱりこのなんか日本の文化的なところもありながら、そのやっぱりこう私たちがね、こうやって使うね、お箸をこう掴んで、ね、これでこうなんか物を掴むみたいなとこっていうのは、なんかこう子供の頃からこう教わってきたようなものだし、なんか全部フォーク一本に統一することもできるんだけど、これがあることによって、なんかそのやっぱこう麺類を食べるとかね、例えば、なんかそういうこう、これだけで、これだけで結構ね、いけますね、なんかね。逆にその、フォークで食べられるものっていうのは大体これで食べられるでしょう。そのね、本当行儀は悪いけど、そのスパゲッティとかもまあ食べようと思えば食べられるし、なんか、これだけでいいっていうところはあるんですよね。で、まあいろいろもっとミニマルにする方法とかもちろんあります。このお箸も結構アウトドア系のものが出ていて、この真ん中で2つにぶって分割できて、ちっちゃくなる、コンパクトにできる、持ち運びできる携帯お箸とかもありますけど、なんかね、そういうところにもね、まあアップデートしようかなとは考えたんですけど、まあ別にこれはこれで、もうこの長さで、なんか一つの安定したね、一つのデザインというかね、なんかこれだけでいいかなっていうか、まあミニマル、これはこれでこうミニマルだなっていうね、なんか感覚があって、で、まあずっとこれをね、使ってますね。まあおそらくこのお箸も、まあなくさない限りは、これずっと使っていくでしょう。まあ今7年経ってますけど、まあ10年後とかもこれ持ってたら、なんかすごいなってね、思いますけどね。まあちょっとその記録の動画としてもね、私がこれで喋ったことを5年後とか10年後にどのように変わってるのか、まだそれを使い続けてるものがあるのかとかね、なんかそういうところもちょっと興味深いところですね。はい、続いて第1位です。第1位は、これですね。ノビのヘアドライヤーです。はい。で、これ私ね、実はこれはワンバッグワンライフの中のこの自分のアイテムリストにはもう含めていないんですよ。この間パッキング動画上げてますけど、あの中には含まれてなかったと思うんですけど、これはもう完全に今、ホーム用品として、その家にもね、置いてるようなアイテムで、持ち運ばないようにしたんですね。で、なぜなら、まあ大体このドライヤーっていうのは、どのね、ホテルとか、銭湯とか、サウナとか行っても大体あるじゃないですか。だから、これは持ち運ぶ必要がないなと思って、もう完全にそのホーム用品。
なんか洗濯機とか、まあ、冷蔵庫とかマットレスとか、なんかそういう風な扱いとして、もう数には数えていません。ただ、使用年数はものすごく長くて、これ2014年製です。見えるかな？ 2014 年製。だから、11年使ってることになります。で、すごいよね、11年って。で、家電っていうのは結構ね、やっぱ10年が寿命って大体言われたりしますよね。で、なかなか危険だから、10年経ったらもうね、買い替えた方がいいですよっていう風な、火災とかね、感電とかの恐れが出てくるんで、そういうのはあるんですけど、これね、とにかく持つんですよ。で、テスコムさんが作っているものなんですけど、まあ、ノビーっていう、ノビーの NB2501 ってもう多分ね、今はもっと新しいバージョンが出てると思うんですけど、これは実はそのヘアメイク業界とか、ヘアサロンとか、御用達のアイテムで、結構多くのヘアサロンに置いてあったりとか、あとはもうこのサウナとかね、銭湯とか、そういうところの脱衣所とかに置いてるような、本当業務用のものなんですよね。ごつい、とにかく。でもこの折りたたみとかができないんですよ、全く。だからなんていうかな、こう、折れる部分がないから、それもあって、長持ちするんですよね、多分。中の配線とかがしっかりしていて、で、なんかこの辺もね、もうほんと構造がシンプルで、で、1200W、600W オフ。で、クールか、ホットかみたいな感じで、ものすごくシンプルなんですよ。で、この両方にね、ファンがあって、パワーものすごいです、これ。だからすぐ髪の毛乾く。まあ自分はもう髪の毛、まあこんな短いんで、そんなね、ドライヤー使う必要ないんですけど、なんかね、もう、濡れてるのが嫌だから、まあささっと乾かしたいっていうのがあって、やっぱドライヤーは使っているんですよね。で、1200W でものすごい勢いがあって、すごい好きなドライヤーですね。まあ、自分のヘアメイクの友達っていうか友人に勧められて、まあ、最初使い始めたんですけど、そっから続婚で、もうずっとね、こればっかりを使ってて、また壊れたら同じものを買おうって思ってるんですけど、全然壊れない。11年間持っているっていう、なんか自分の中のテストをね、これもね、もう耐え抜いてるものだなって思いますね。なんかもう10年使ったら、だいぶ長いというか、自分と同じそれだけ時を過ごしているものっていうのは、10年前っていうと自分も、なんかバリバリそのフォトグラファーやってた時で、なんか今の生活とかライフスタイルとか全然違うような感覚のね、人生というか生活をしてた時で、いわゆるちょっとそういう修行時代というのかな。なんかそういう時から使っているんで、なんかその時代と同じものを、まだ自分が今も使い続けてるっていうのはすごい興味深いんですよね。だからこれを捨てることによって自分はもしかしたら、もっと進化できるのかもしれないし、なんか新しい時代に行けるのかもしれないってなんか思うこともあったりするんですけど、でもなんかもうそろそろ壊れるだろうなって思って、それはね、自然に任せてますね。で、壊れたら、ちょっとね、ドライヤーはね、どうしようかと思ってますね。もうなんか買わなくていいかなって思ってますね。だからもう自分のホーム用品、まあ持ち物からもこれ外してはいいかなって思ってるんですけど、まあとにかくタフなやつ。タフな相棒。信頼できる相棒。もうテスコムすごい、本当に。ノビードライヤー。2014年製。まあ、もしかしたら皆さんも同じものを持ってる方、使ってる方いるかもしれないですよね、これね。はい。ということで、そんな感じです。私がね、長く使っているものを10個紹介してきました。で、今回紹介したものは本当にリアルな自分のシートから出してるんですけど、で、結構アップデートがされたものが多くてですね、ここやっぱこのホワイトボックスに来るときに結構減らしたりしたんですよ。で、それまでに使ってたものはもっと家具とか、例えば自分が使ってた椅子とかね、トラックファニチャーの椅子とか、ああいうのももう10年とか使ってましたし、だから結構ここに来る前までは10年選手が結構ね、自分の中ではゴロゴロいたんですけど、それがだんだん新しくアップデートされるタイミングが一度に来て、で、今のラインナップになって、だいたい2年、4年、で、5年、6年、7年、で、11年みたいな、なんかそういう感じのタイム感になってますね。だから紹介するタイミングによってもね、そういう使用年数の長さみたいなものが変わってくるので、またちょっと3年後とか5年後とか、そこまで自分の YouTube が続いてるかわかりませんけども、なんか時を見てね、紹介できたらと思います。で、自分のね、フルリスト、65個の持ち物リストについてはメンバーシップ、ときまるコアの方で紹介してますので、興味がある方はそちら全部覗いてみてください。写真と自分のちょっとコメント付き、こだわりのコメント付きで全部65個紹介してます。で、ミニマリズムのネタとか、創作や制作のアイデアとか、そういうものは自分のメンバーシップで発信しているのと、あとは週に1回ですね、土曜日に、ときまるたかのニュースレター発行してますので、そちらは無料で登録できますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。